いろいろ考えながら正直泣きそうだったの。全人類諦めてた。いやみんなもさ辛かったよ。俺練習ってもうこういう追い込まれた時に出るんだみたいな。おお。最後名言。今ちょっと出ました。キラリン出ました。キラリンと言われて。じゃあ今日も YouTube 撮っていきたいと思います。じゃあまず帰ってきた2人を紹介します。おい。おかえり。ただいま。帰ってきました。まずはミーチ、世界選手権お疲れ様です。ありがとうございます。そしてトマト、オリンピック内定おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。おめでとう。半端ない。もらっちゃいました。うお。チケット。ほんとすごいねこれ。嬉しい。すごい。おめでとう。すげえ。いや長かったね本当に。きつかった。大変だった。まあ肉体っていうよりは心が辛かった。あー、なるほどね。削られていく感じ。でまず単種目から始まったけど、単種目はどんな感じだった？単種目は正直2人とも流れはあんまり良くなかった。あリードは、準決勝でクリップ飛ばしちゃってあ。おもう戻れなくてー。 12位とか10位前後で終わっちゃって、ボルダーは、最終的に12位だっけ、あれ何位だっけ、わかんない。覚えてねえボルダーも決勝に行けなくて、1が簡単なコーディネーションで2が難しい真っ向で、まあ登んなくてもいいかな、で3がスラブ。そうスラブの一番勝負課題がスラブだったんで。俺は登ったんだけど、最終課題の結構関東系がムーブが分からなくて、スタートなんか飛んでパーンパーンと降りて、その後になんかこうプッシュしてガスで右足上げて同時にゴールまで行くっていう課題だったんだけど、そのコーディネーションだったんだよ。俺はプッシュにこだわっちゃって、これで止めようとしちゃって、で時間なくなっちゃって、ああ、なるほどね。で決勝に行けなかった。でまあ僕はまずボルダーの予選から始まって、まあ、そこはもうぼちぼちグループ4位ぐらいに抜けられたんだけど、まあボルダーはもう本当トム君と全く同じ流れだった。その1が登れて2の真っ向できなくて3の勝負課題登れて4のムーブが分からずできない。2人ともハマっちゃった。もう本当に20人中多分14、15人完登した課題だったから、しかもコーディネーション。そう、その課題が僕たちはできなくて、でその課題を登れた人たちは3のスラブができなかった。ああ、そういうことか。そうだから3完登したら残るよかったから、まあ、正直やってる最中は絶対今登んなきゃ本当にダメだった。登ってたら決勝行った。決勝、まあ僕はともどっちかだったけど両方登ってたら。でまあリードはそうだね、あと予選があと1手で準決勝だったんだけど、それが出ず予選敗退。だからもう本当僕はもう単種が終わった瞬間、コンバインドこれ残んないなってちょっと思って、コンバインドはコンバインドはボルダリングとリードの単種目の順位のそのポイントの足し算で上位20人しか準決勝に進めなくて。なるほどね。でもあとはもう本当にリードのセミファイナルを見て他力本願。誰が行ったら大丈夫、頑張りよくなかった。誰々の順位が上がったら負けるみたいな。なるほどね。そういうことか。でまあなんだかんだ結構21位の人とは点数離して19位で残れたから、まあなんだかんだ大丈夫だったんだけど、まあ、それでもまあ本当に最悪の組み合わせみたいなのが起きてたら全然25位とかまで下手したら落ちてたし。でもボルダー単種目のニュースはやっぱり1話は2課の優勝じゃない。あ世界選手権はやっぱ2年に1回だから、その日その課題で強いやつが勝てるから、本当に2課はすごい、本当に持ってるような。やっぱスター性あるし、見ててさ、かっこいいし面白いじゃん。いい。だからよかったな、すごい。しかも33歳でしょ。最年長レベルでしょ。その世界選手権出てる人で3種目はそんな感じかな。リードはもうやっぱりヤコブ先生やばかったね。仕上がりがえぐいね。やばいね。まあ仕上がりっていうか、まあワールドカップめっちゃ強かったけど。何が強いのそんなに？まあシンプルに持久力と耐久力。スタミナがじゃあお化けってこと？そうそう。お化け。回復力がやばいね。ベストしてたらもうなんかね、ゲージがブーンみたいな。そう。流れがめっちゃいいクライマーとかじゃないんだけど、その上りの。今回は流れも良かったから最強だった。なるほどね。まああとシンプルにソラタの2位も本当にすごいよね。うん日本人でリードで2位になるっていう。サチ君以来のその表ああ、彰台。そうなんだ。世界選手権自体が日本人あんまりリードで活躍してない人がまだいないから。まあそれこそ女子で言ったら愛ちゃんが。愛ちゃんやばい。てかね、この時代に世界選手権優勝はマジでやばい。ああ。リードで。ヤンヤがいるから。ヤンヤにね、ヤンヤは人間じゃないけど、これだね。宇宙人だった。
ヤンヤがいる時代で勝つのはもう本当にすごい。トランプ買ったんだけど、あいつやね。つまり一番すごい一番強いかも。世代だよ。ヤコブ何歳34。だからね、33歳と34歳が優勝してる。すごいよ。やっべ。その片や16歳の最年少が猛威を振るいっていう。じゃあ次はコンバインドかな。お前にちょっと、はい。スピードちょっと聞いていいですか？おお、いいよ。スピードは熱かったね。もう俺予選から見てて、うん。結構壁悪かったらしくて。ああ、言ってた。そう、壁は悪くてホールドはめっちゃいいみたいな。だから結構スキップとか途中の加速部が乗らないみたいな人が多くて、決勝これ何起こるか分かんないなと思って見てて。でもそこで潤くんちゃんといいタイム出してね。1本目の時点で出した1本目からね。隣フライングしたもん。だそう、あれね、やばい。からやっぱ、流れ切れるからさ、フライングされる。そうすぐ行かなきゃじゃん。あれは震えた。やばいね。心強強い。いなと思った。すげえと思って。大政君もね、全然可能性あったけど、うん。やっぱ壁が滑るから、うまく成功しなかった。ファイナルはさ、そのコンバインドの決勝の前々日だったんだよね。ルール遅かったけど、トム君とか決勝残ったし、オリンピック選手が決まる瞬間とかさ、その空気感っていうのがあるの、やっぱりみんなの表情とかプレッシャーみたいな。それを現地で見ようって見に行ったんだけど、震えたね。震えた。プレッシャー、いや、俺が思うに、3種目あるじゃん。スピード、ボルダリング、リードって。スピードが一番プレッシャーかかる。あ短いから。あ。多分ダントツだね。一発のミスが大きい。うん。スピード、リード、ボルダリング、順にきついと。ドライの質が。そっか、リードが一発だもんね。リードはでもさ、ちょっとミスっても、そ挽回できるじゃん。うん。休む。終わりだから。確かに、池見さん、もうフライングしたら終わりだし。確かだから、計り知れないプレッシャーだなっていうのは、まあ俺も前やってたし、3種目感じたね。オラがさ、あんなミス見たことない。に。珍しいよね。本人のインスタでもやっぱり、ね、いろいろね、書いてたし。なんかまあ、本当にマシーンみたいな印象だったけど、そのオーラが見たことないミスするぐらいだから、とんでもないやつだった。オリンピックをすごい意識しちゃったみたいな書いてた。俺はまずそれでしょみたいな感じないだって、普通に言ったらさ、絶対余裕じゃん。うん。タイムの差がさ、スピードだって余計それがあるから、ちょっと力んじゃったんだろうな。レオナルドもミスったなだし。一回戦でね。それ見て俺は、やっぱりオリンピック意識しすぎて登るとよくねえなと思った。すごい、教訓。もうやることに集中しようと思った。熱い。いいスピードだったよ、だから逆に。見れてよかったよ。コンバインドいきますか。コンバインドってどういうルール？まあ正式にはコンバインドじゃなくて B&L っていうまあ競技なんだけど、ボルダー&リードっていう。ボルダリングは4課題用意されてて、1関東について25点、トータルで100点。で、単種目とは違ってゾーンが2個あるの。5点、15点だ。5点。ゾーン1が5点、ゾーン2が15点。で、1アテンプトするときにマイナス 0.1 ポイント。ほぼ引かれない。ほぼ引かれない。だからまあそれでボルダー100点。で、リードは普通にもう手数に落ちて点数があって、最終面が1個 1.4 点。で、トータル100点になるように課題が作られてる。で、まあその100点100点の足し算で順位がつくっていうのが、マックスにだって。そうだから今までのルールと違って、例えばボルダー1位を取っても30点のパターンもある。もう最悪ね。ああ、そういうことか。そう。なるほどね。そう。で、まあリードももちろんそうなんだよ。1位でも50点っていうパターンがあるから、1位と4位の順位が、まあ、1点とか2点しか変わらないパターンもある。順位ポイントがつかないから、なかなか難しい。全体を通してってことか。どういうタイプの選手が強くなってくるんですか？基本的には、ボルダーがちょっとできるリード選手が強い。なるほどね。それは間違いない。リードとボルダリングそれぞれそれしかできないスペシャリスト同士だったら、もうリードの方が強い。ああ、そういうことか。やっぱルールというか、ボルダリングってやっぱ博打じゃん。どちらかというと。だから絶対取れるわけじゃない。でもリードはほぼ最終面いけるから、90点台取れる。なるほどな。基本だってボルダーの大会なんて見ても分かると思うけどさ、優勝した人が2関東の大会なんてザラじゃん。あるね。ザラじゃん。それってでも50点しか取れてないから。だから世界一強くても50点かもしれない。はいはい。そうするとリードで一瞬で抜かれちゃう。リードで全員真ん中ら辺で落ちるとかほぼないね。相当失敗してるね。結構ルール的にボルダリングで一関東はさせる流れがあって。ああ、なるほど。何もできなかったら何もできないけど、一関東して、しかも一関東して他のゾーンをそれぞれちゃんと取ると、それだけで55点。25点、15、15。そういうことか。そう。だから、うん。結構強い。リードめちゃめちゃ強い人が、今言った55点を取れば、そう。リードめっちゃ強い人が40点ぐらいだったら勝てる。それももちろんボルダラがリードできないのがいけないんだけど。でもさ、すごい不思議に思うのがさ、ボルダラーがリードできないのがいけないっていうのにさ、リードクライマーに合わせてボルダーに差しするんだよ、基本的には。完登させなきゃいけないから。やっぱさ、ショーとして面白くない。そうだ、エンターテインメント的にね、登れないとね。でもさ、リードってさ、まあ、今回のコンバインで見れば分かるけど、株から普通に悪くてみんなポロポロ落ちる。ちょっと点数配分おかしくないみたいな。だからあんまりめっちゃ言いたくはないけど、平等ではないなと思う。このルール、正直。まあ、ルール的にしボルダラが勝つ流れは結構低い。そうなんだ。でも、パリのルールはもう確定。一緒。
だからリードがどれだけあおだからまあ僕たちはリードの練習をすごいしていかなきゃいけないっていうのが現状。コンバインドは1位が3関東でともくんが1位で、3関東した人が4人、僕がその次の5位、2関東のフルゾーン、2関東ソルゾーンだから60点。アテンプトが控えて60何点、割と好調な出だしかなと思ったんだけど、その下のリードクライマーもみんな60何点は全員取ってて、1関東フルゾーンで60ぐらいいくの。そういうことか。だからもうほぼリード勝負だった今回は。リード頑張んなきゃみたいな話になって、まあ、僕はあっけなく下の方でボードがすっぽ抜け悪かった。普通に確信っぽいパートでその確信の一手は止めたんだけど、そこでちょっと安心してフックかけようとしたら左手のクリップ価値が抜けて大やけどいまだにまだ後残ってるんだけど、まあ、ちょっと本当だ。摩擦でってこと？摩擦思いっきり抜けて終わった後内出血しちゃって2本。すごい鋭利な価値だったの。ちょっと若干だれてる奥にこう奥行きがある価値、そこで悪かった。そこだけやたら悪かったの、カーブの中で。それが見事に抜けて大やけどした。で、何位だったっけ ?16 位でした。今回で僕は。はい。小勝が17。17。で、俺はボルダーで有利だったんだけど、リードが60点ちょっとで、60点持って、確か次持って落ちたのかな。だからまあそこそこ良かったんだけど、怖いなとはめっちゃ思ってた。ルーターが結構いたし、この後に誰かがそう怖いなと思ったけど、結果的にはまあ4位だったからまあ大丈夫だったんだけど、いやでも、ボルダーを1位取ってですら、リードも悪くないのに、みんなのパフォーマンスが良かったら落ちるのがこのルールの怖い。なるほどね。でリードが、しかも監督3人出たの。100点が3人も出ちゃったから、100点取った人絶対抜かれるし、あ、じゃあもう100点取った人は大体決勝。まあほぼ、リードで良かった人が残った。だから怖いね。やっぱボルダーが良くてもしっかりリードに残らないと、まあ、逆に言うとルーターもさ、リードがダメだったら絶対ダメだから、きついっちゃきついんだけど、なるほどね。決勝は何人いけるの？決勝8人。決勝は流れ的には1番手2番手がボルダーだった。ポール君とメジカン、リー君っていう。はいはいはい。でその2人が全然登れなくて、はいはいはい。まあ、パフォーマンス良くなかったね。そうその後ルーターがめっちゃ登って、で俺だった。だから超怖かった。やっぱ裏でも完成とわかるし、どういう状況みたいな。なんかこの2人ができなくてリードの選手ができるってそんなことあんのかなと思って。正直、まあ、出てないから言わせてもらうけど、あのボルダーの課題は正直失敗だと思っちゃう。決勝を通してってことですかね。決勝を通して、まあちょっとすごいきつかった。コンバインドってゾーン2個つける分課題が長くなりやすいの。そういうことか。でそうすると一手一手の強度もちょっと下がりやすいっていうのもあるし、なおかつコーディネーションとかで強度が出てなかったの、今回の課題は特に。そうなるとリードクライマーは絶対コントロールできるパターンじゃん。火力がちょっと弱くてちょっと長くなる。そう。でももちろんさ、リードクライマーって言ってもさ、めっちゃ強いのよ、クライミング。当たり前のよ。強いよねそれはそうなんだよ。強いよ。でもさ、そこで差が開く理由っていうのはさ、ボルダーラーとリードでやっぱコーディネーションのうまさとか、アテンプトの少なさとかだと思うんだよ、やっぱり。アテンプト 0.1 点だし。0.1か。そう。だ0.1か。から、トモ君なんてコンバインドのですね、準決勝1位だったのに、ヤコブ先生と 0.2 ポイント差とかよ。もうさ、もうどうやって勝つのみたいな。なるほどね。っていうので、まあ、ちょっとあのボルダーはちょっとそのボルダーラーがなぜボルダーラーかを言わしめなきゃいけない部分が簡単だったの、全員完登した。あれはちょっと失敗になってしまうかなって僕の中では思ってて、ちょっと文句を言わせてもらったわけです。決勝で俺が最終的にその3位に入り込めた最大のあれはボルダー1課題。結構今シーズンとか一番いい登りだった多分。スタイルとか全然自分のスタイルじゃなかったんだけど、最後そのゴールマッチがすごい悪い課題で、最後俺はギリギリヒールして謎のクロスしてマッチできたんだけど、その1個前のトライでもう途中ですっぽ抜けて落ちて、液晶もつけてなくて、時間もなくて、体も疲れててみたいな。でもこれ登んなきゃ絶対負けるみたいなって思った気持ちで最後押し切れて、あれはすごい自分の中でも成長を感じたトライだった。その状況でマッチできて、なんかもう、本当に練習ってもうこういう追い込まれた時に出るんだみたいな。最後名言。今ちょっと出ました。左に出ました。左に出ました。いや、こういう時に信じるのこれだっていうのはすごい感じたし、結果的に本当にそれがつながった、メダルにつながってこの権利につながったから、うわ、この瞬間頑張るのすごい大事だな。もうそこが結構大事だったね。もう1課題目が。1課題目がピーク。そういうことか。2課題目はスラブで全員完登。全員完登か。全員25点か。うん、なるほどね。で3課題目がポールとリーク。
ボルダー2人以外が全冠。6人関東。で、最終課題は全冠。あ、やべえ。めちゃくちゃやばいの。俺は1位で、しかもそのいい登りができて、もう本当に自分のベストを尽くしたなっていうのはすごく感じてて、でもポイント差になってないので、でポイント差をあんまつかないまま、決してリードに。でリードをオブザブして、見て、ああ、リスクないなって。こうちゃんとコール重ねなきゃいけない。もう真っ向もうこのスタミナバトルみたいな。で、しかもボルダーとリードの間が30分しかない。あ、そんな短いのか。めっちゃ短くて。そっか。だからめっちゃきつくて。やばい。体も疲れてるけど、でもこれ最低でも60はいかないときついなみたいな。メンツもほとんどルーターだった。だから、これ最悪6位だなみたいな。上までちゃんといったら6位に全然なるのなる。感じだったから、全人類が諦めてた。諦めてた。いや、やる前は諦めてなかったけど、うんトモ君が落ちたポイントを見て、アダムとかなんてさ、トモ君の前だったんだけど、めっちゃレストして、スリップして落ちた。若干ミスみたいな。全然もう前腕肘も何も上がってなくてみたいな。その後ヤコブがシュッシュッシュッって最初の付近まで来て、で、ちょっとヤコブちょっと不完全燃焼な落ち方をしたの。吠えなくてあんまり。そう。で、トモ君出てくるじゃん。どっちにの ?60 のとこで。なんか、みんな落ちたポイントがあって、うんそう。終わって、あれアダムに俺勝ってるみたいな。上まで行ってないんだみたいになって、あ、これワンチャンあるなみたいな表彰で、俺は正直見たの。もうその瞬間は思いました。 2位だったの終わった時、ヤコブ1位で。で、次コリン出てくるじゃん。うん俺を超えてくじゃん。しかも、うんちゃんと1手分、1手分なの。ちゃんと1手分負けてんだと思う。なるほどね。 4点負けてて、今回のルールって同じポイントだったら、高い順位を取ったの。これボルダリング1位だったから、の勝ちだから。例えば、ボルダーとリードの合計で100、100だとしたら、俺がボルダー1位で、ボルダー2位とかだったら、俺の勝ちなの。そういうこと？だからその1手止めてたら2位だったの。で、確定だった。ほぼまあ、確定ではないけど、まあ、でも、いってこえてきた。正直もう次の人を見てる時からずっと、あの1手が負けたなみたいな。あの1手止めるために、なんかトレーニングちゃんとできてなかったのかなみたいな。いろいろ考えながら正直泣きそうだったの。全人類が諦めてた。でもみんなもさ、辛かったよ。わかんないけど、俺は辛かった。コリンが超えた瞬間に、もう無理。あ、トビーとソラトがいたの。あとにこの2人リードめっちゃ強いから。今シーズン多分一回もコリンに負けてないぐキらい。レキレだし。そう。そしたら、まずトビーがめっちゃ書くからプルプルしてて、多分ボルダーの後だったから疲れてたし、緊張感もあったし。間30分しかないんですよ。あれが逆に僕勝負分けたと思ってて結構。はいはいはい。多分コンバインドの練習ずっとしてたからスピードもある頃から。まあまあだから体力勝負すごい得意なの。ソラトは俺と一貫等差だから15点差だった。3点以内だったら勝ちだった俺。俺よりソラトが4点いった瞬間終了だったんだけど、でも正直もうソラトなんてさ、ミスしないし、リード強いからもうどこまで行くんだろうなんて、もう純粋に応援しようみたいな思って見てたの。そしたらなんか結構株から嫌がってて、あんま得意な動きではなかったよね。やっぱり体力的なものとか緊張感とかあって結果的に2手先でして決まって、俺は正直もう終わったと思ってたからぼーっとしてて、そしたらもう観客席のみんななんか決まったみたいになって、俺みたいな、俺みたいな。俺放心状態だからなってなんかうわーって出出し切って出し切ったけど、もう次頑張ろうってずっと思ってて、俺みたいななってたな。でまあ清とか有吉さんと勝さんとかと駆け寄ってまあこうありがとうみたいな、あれよかった。よかったみたいな。僕たち選手席前行けないからはるか彼方で見てた。こっち来いよ。そんな距離じゃない。そういう感情だったのか。なんかあんま冷静だなと思ったら。冷静っていうかもうなんか放心状態。なんかもう出し切ったけどダメだったなみたいな。そう、まあだから正直相当運が絡んだ。リードが悪くてよかった。結果的に悪かったというかまあ疲れてたね。まあ俺も疲れてたけど。なるほどな。だから本当に得意なボルダーの方でしっかり点稼いだのも良かったし、まあリードでカブで落ちなかったのも良かった。練習の成果。いやもう良かった。良かったしか言ってない。いや、よかった。良かったしかない。とても良かった。良かった。もう本当にもうもっと練習頑張ろうと思ったし、最後は気持ちですよ、本当に。まあ技術はね、もうみんな本当にトップレベルだ。20人入ってるし、若干運がいいみたいな雰囲気になってたけど、正直超きつかった。超悪い。なんか微妙なところでね、そのラッキーっていう人ももちろんいるけど、そのリードが悪かったから、もちろんそれもあったけど、ボルダーが悪かったから、簡単だったから、それもアンラッキー。ああ、はいはいはい。逆に言う。ラッキーすぎるでしょ、ボルダー簡単は。確かに差がついてない。だからまあ、やってきたことは良かったなって。素晴らしい。ネイチも次、あと2戦 ?3 戦か。今年結構あるよね。僕はコペル、スロベニアにまず1回リードのワールドカップで出て、その後アジア競技大会っていうので中国の広州っていう場所に行って、でその後他の人との選考の兼ね合いもあるんだけど、そのリザルト次第でアジアコンチネンタル大会っていうのに出られて、大陸別だね。大陸別だね。そこでもう一人のオリンピック選手を決める大会。でそれが今年の最後の大会。
そこで、まあ、リードとか空空とか大勝ちとかあたり勝てば優勝のみなんだ。一人か。一人だけ決まる。そうで僕はやっぱそこがチャンスだなってすごい思ってて、俺もそう思う。そこだけかなって。予逆に選シリーズよりかは、予選シリーズは今のところうん3試合の総合ポイントっておそらく言われてるの、そうなるとさっき言ったコンバインではリードクライマーが上位になりやすいって話をしたじゃん。3試合合計だとリードが強い空とか圧倒的に強いのはいはい。で日本人あと1人しかやれないから、まあ、そこまでいっちゃうとまあ勝てることはまあほぼ難しいなと思ってるから、アジア予選で勝つのを目標に今考なるほどね。えてるから。そう今長友の始めたの。あ、そっか、国で2人しかできないのか。いやそれが日本が一番やばきつい理由で、確かに。やっぱり他の国はうんオリンピック出るような選手がそんなにたくさんいないから、うん日本は先に埋まっちゃう可能性があるから。そういうだから俺は絶対世界選手権出たかった。日本だったら、じゃあ予選シリーズでフォーカス合わせてるってこうやってやってる全然無理無理2人決まって、あれみたいな。まあ、なんならだと今回空と俺が決まる可能性もあったし。そういうこと空とがベストなパフォーマンスをしてうんともくんがポリに行って勝ってたらその2人の確でも日定だから。本人はもう、だから僕なんかそしたらアジアコンチネンタルないしオリンピック予選も出らんないし。そういう考察はめっちゃあったね。あ、そうだからそれも含めてこんなに喜ばしいし素晴らしい。だから3位なのにめっちゃ喜んでる。もっとよりめっちゃ好きじゃん。めっちゃ嬉しい。いや本当にすごい。やべえ。そっか。いや正直2枠っていうルールがなかったらなるほど。もう5人出れとかだったら全然全然いや正直僕全然もう焦ってない。アジア予選で決めなくてもいけるかなみたいな。スピードとかとまた違う。スピードは正直さ、単純に出るのが難しい。スピード勝負が。日本人はだったら日本人代表になるのが難しい。世界の選考の枠に入ることっていうよりは、日本人でトップ2に入るのが難しい。その運も絡むから大会だったら。早いもん勝ちなのか。そう、これもマジで日本だけだ。一番手はありがたいですよ。ナイス。そうだってそんな話に戻ると東京の時はオリンピックに出られる選考状況を満たした人が5人いたの。日本人だけど。日本人だけでもそのうちの上位2人が出たから。他の国だったらもう普通にもうその国代表みたいな。入れたらもう出れるかいやそのぐらい日本は本当に層が厚くて強いから、これはもう本当にすごい。ら。価値がある、あれだなと思う。 3位。すげえ。そういうことね。早いもんちなかったら多分全然こんな焦ってない。だってともくんの実力あったらさ、絶対ね、そのうち決まるでしょみたいな。そういうんじゃないんだよ。はあ、なるほどね。 3位史上一番嬉しい。そうなんですね。ああ、なるほどな。なるほどな、そういうことか。ちなみに池田君はまだ可能性があります。お世界選手権になくて寂しかったんいや、だ。本当にね。大会あるのに解説つらいね。自分そもね、やっぱ出たい。そう、普通に笑顔で解説してたけど、血出た。食いしばりすぎて。血便でした。血出た、全部。池田もまだオリンピックへの可能性は残してて、うん。今後の大会次第では。さっき言ってたメイチの言ってた、俺らはジャカルタなんだけど、一緒大陸別一緒一緒かジャカルタは一緒。そう、それが今日それこそ発表されて、日本人3人出れます。スピードも3人なのか。そうで3人の出場選考の最後が10月の10日とか9日だから池田はそのツアー戦1戦だけ残してるからそれ日本のタイムだね。そおお、いいぞ。うだいぶそれは。で3人に練り込んだ今ら何位？今が公式記録7位です。自己ベストだと3位。まあもちろんそれは自己ベストを出さなきゃいけないのきついですよ。まあでもどっちみちオリンピック勝ち出たいとか思ってたら、出さなきゃいけない大会でタイムを出せなかったらどっちみち厳しいから、それがスピード選手の辛いとこそれなんでそこめがねっちゃメンタル勝負。でもかなり仕上がりがいいからちょっとで今3週間ぐらいあるからちょっとこう2週間はシミュレーションやろうかな。じゃあさあれだったら一緒に行けるってことね。多分おそらく一緒に行く。ちなみにどこでやるの？そう愛媛です。来る見に来る。僕に観光行ってくるわ。お待ってる待ってる。暇だから俺。応援してくんね。愛媛か。うん壁的にはまあまあ。いい。しかもアップエリアもいい。かに後ろにパート練習があって。トモがあれだからオリンピックまで1年休んで出るって言ってたから。いや、だけど出るのが目標じゃないんだ俺は。あれかな。そうちょっと俺も頑張ります。みんなで頑張ります。まあまだタミこれね僕と池田が残ってるから3枚揃えますよこれ3を。枚揃えます。頑張ります。今長々と話してしまったけど。聞きたいこともっといっぱいあるけどね。ちょっとこれことをYouTube のコメントにねくれたらね、生配信で返したりとかねできるから。あいちゃん呼ぶか。はい。あ最高や。生配信に入っちゃうともったいなくない？もう毎回読もう。もう毎回読もう。見たいこととか聞きたいこととか気になることあったらいっぱいコメントください。皆さん本当に長い間応援ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。おかえり。これからも3人ともみんな頑張ってくるので応援お願いします。お願いしますます。じゃあね。じゃあね。じゃあね。